こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、アナと JAL のですね、決算解説、株価は下がってるけれども、買いなのかどうかってことについて解説していきたいと思います。まあですね、今、コロナウイルスの影響で、かなりですね、航空業が厳しい状態になってます。で、株価下がってるんで、結構ね、買いですかとかよく聞かれるんですけれども、まあそういったですね、投資家として僕の目線で、アナと JAL どっちがね、買いなのか、またね、買っていいのかどうか、まあそういうのをですね、見解を解説していきたいと思います。で、今日の内容なんですけども、まずね、決算書をどういったところ見るのっていうのをまあ簡単に勉強して、で、実際にね、JAL と ANA の、比較してですね、で、それで、さらに、まあ、どれぐらいですね、経営耐えれるのか、まあ、破綻ないよね、みたいなのをちょっと見ていきたいなっていうふうに考えてます。で、ゼッピーのね、ケンさんが、JAL と ANA ですね、解説してるんで、まあ、これもね、参考に見てもらえれば詳細な貼っとくんで、よりですね、お互いの僕とケンさんの目がどういう風に見てるのか参考になるんでよかったら見てみてください。で、まずね、決算書の見方、どういったところね、決算書見るんですかっていうのね、なかなかわかりにくいと思うので、ちょっと最初に解説しておきますと、まずはね、決算説明資料っていうのがプレゼンテーション、パワーポイントみたいなのあるんで、それをね、見るといいです。僕も説明はほとんどこれから、抜粋してます。で、さらにない部分に関しては、細かい部分は決算単身っていうやつでですね、わかるんですよね。で、その決算単身の中でも、損益計算書っていう PL ってやつと、貸借対照表。この二つですね。損益計算書はどんだけ儲かったのっていうのと、貸借対照表はどんだけ資産あるのっていうこの二つですね。これが結構重要になります。で、さらに、キャッシュフロー計算書って現金がどれぐらい増えたのっていうですね、いうようなのが、決算書のメインになります。まずはね、この森を見るみたいな全体を見て、気になるところはこの決算単身見るよってことで、まずね、この決算説明資料だけ見てれば、ある程度はね、わかるんで、気になる人はですね、ホームページ見てみてください。じゃあ早速、アナと JAL のですね、比較してみましょうっていうことで、まずANA からね、解説していきますと、売上がですね、だいたい、1.9 兆円ですね。2兆円弱ぐらいあって、前年比から840億円ですね、下がってます。まだですね、コロナの影響そんなに出てないんですよね。3月までの決算、3月までの売上の内容なので、そんなにね、影響出てなくって、だいたい840億円下がったぐらいになってます。で、営業利益が、だいたい608億円ですね、なってて、これがね、1000億円ぐらい、マイナス、減ってるんですよね。なので3分の1ぐらい営業利益になっちゃいましたよってことです。なので、売上が下がった分、そのままね、営業利益ダイレクトに減ってるってことになるので、結構苦しい。固定費が高いっていうのがあって、あんまり変動費がないっていうようなことだと思うんですけれども、厳しい状態になってます。で、営業利益率は 3.1% しかないので、売上に対して 3% しかですね、営業利益が出てないっていうことなので、結構ね、利益が薄いような今状態になっていってしまってますと。だからもっと売上上げないと営業利益率出ないということで、結構ですね、厳しい状態にはあるということがわかりますと。で、この、売上とかね、利益をもうちょっとね、細かく見るために、さっき言った決算単身の損益計算書をちょっと見てみると、これ見るとですね、だいたい売上がですね、前期が、2.5 兆円、2兆50億円だったのが、今回は、1.97 兆円なので、だいたい1000億ぐらい売上下がってるんですよね。でこの売上が下がった分だけ、営業利益がですね、下がっちゃってるってことですね。で、これどこから来てるかっていうと、原価がですね、売上原価っていうのが出てるんですけども、原価がですね、ちょっと上がってるんですよね。なので、去年よりも、売上下がってるにもかかわらず、原価が上がってしまったってことなので、その利益率がですね、取れなくなってしまったっていう風になったりしてます。結構この辺が効いてきてる感じですね。で、赤字ではないですね。この1000億くらい減ってしまったようになっていると。なので、結構厳しいですよね。2兆円近くっても600億円しかですね、利益が出ないという構造なので、これはちょっとでも下がってしまうともう赤字転落してしまう。そういう、今限界の、利益率ぐらいのところに来てるっていう風になります。じゃあ一方 JAL はどうなのかっていう風に見ると、JAL はですね、売上が、1兆4100億円ですね。っていう風になってます。で、760億円ですね、下がっている。こちらも、3月までの結果なので、まだですね、そんな航空業界の営業はそこまで出てないような状態で、この決算になってるんで、5% ぐらいですね、下がって760億円ですね、売上が下がっちゃってますと。で、利益はどうなってるかっていうと、利益はですね、やっぱりこっちも同じように、だいたい、1700億円から1000億円ぐらいなので、その売上が下がった分ですね、利益も下がっちゃってるってことなので、結構ですね、こっちも厳しいですと。たださっきANAがですね、ANA が、600億ぐらいの黒字だったんですけれども、こっちが1000億ぐらい黒字がまだ出てるので、JAL の方が、売上がね、低いにもかかわらず、
利益率は利益が多く出てるっていう風になってるんで、どちらかというとですね、JAL の方が、効率ですね、高効率、稼ぎやすい体質になってるっていう風なのが決算書からですね、分かったりしてます。で、こっちもね、分解して、もうちょっと細かく、費用とかね、営業費用っていう原価がどれぐらいかかってるかっていうのも、決算書これでバーンと出してくれていて、燃料費ですね。あと、運行施設料、整備費、航空販売手数料、機材サービス料、人件費とかあって、このトータルで見るとですね、営業費用が、2018年と19年度で、ほぼ変わってないんですよね。だから売上はちょっと下がって、営業費用は変わらなくって、で、トータルで見ると、売上が下がった分だけ、利益が下がってるっていう風に、なってるような形ですね。で、何が多く占めてるかっていうと、やっぱ機材費とかですね、減価償却、飛行機の、減価償却、賃料、保険料とかですね。あと、燃料費ですよね。とか、あと人件費がですね、3000億円ぐらいかかってたりとかするので、結構この辺がですね、かなり大きくですね、のしかかってくるようになります。本当ね、飛行機が飛ばなくなったりとかしても、やっぱり機械のね、整備費とかが、整備料が750億円かかってるんで、こういう人件費とか人件費とか、整備費とかですね、運行施設利用料とかどうなんですかね、使わなかったらかかるのか、年払いなのかちょっとわかんないですけども、そういったところとかも結構あって、1兆3000億ぐらいですね、かかってしまいますってことですね。なので、1兆4000億売り上げて1兆3000億ぐらいがですね、ほぼ、経費がかかってしまうってことなので、あんまやっぱ利益率は今取れてない。結構過酷なビジネスだなっていうふうに思いますね。これ見てると。で、財務状況とかどうですかっていうところで、総資産はですね、ちょっと減ってて、で、現金がですね、2000億円ぐらい減っちゃってますよって、5000億あったのが3000億ぐらいになっちゃってるんで、ちょっと減ってますと。なので、若干ですね、少し、現金が減ってるという風になってると。でも自己資本比率はそんなに変わってないので、そこまで今どうこうっていうレベルではないんですけれども、で、キャッシュフローとしても営業キャッシュフローが、去年は3000億円、これ営業キャッシュフローっていうのは、飛行機飛ばして営業でですね、3000億円お金が入ってきた、残ったよって、それが営業キャッシュフローなんですけど、3000億円、去年残ったのが今期は600億円しか残りませんでしたよとか、そういうのが、ちょっと売り上げがですね、落ちた分、手元に残るお金がなかったと。で、この投資キャッシュフローとかがね、投資してお金がどれぐらい出ていったどれぐらい投資してますかとかですね。そういうのがこういうの出てくるんで結構面白かったりするんで、細かく見たい人はぜひ見てみてください。ということで、あんまりですね、まだそこまで、赤字バーンと出てるわけではないんですけれども、ちょっとですね、結構苦しい兆しが少し見えてるようなのが、今回の決算ですね。で、コロナウイルスのですね、感染の緊急対策っていうところで、やっぱいろいろ動的な供給削減による変動費を削減して、固定費を含む抜本的なコスト対策、投資の抑制及び、十分な手元の流動性の資金を確保に全力を尽くしますって言ってるんで、とにかく、売上が下がるんで、経費もですね、その変動費とか、固定費とかを、抜本的なコスト対策をしていきましょう。そういう風になっているところを出してますね。で、こちらで設備投資がね、2000億円設備投資しますよっていうのを、1500億円で500億円投資をね、削減してみたりだとか、あとは資金調達をね、4月末までに1000億円ですね、資金調達しますとかですね、そういうのが決算書に書いてあると。で、固定費も600億円削減して、こういう変動費も、減収額の 40% ぐらい削減しますよっていうふうに、言ってて、本当にですね、こういう対策を打っていくっていうふうに言ってます。で、ANA と JAL ですね。比較してみると、どういう状態かっていうと、ANA の方が、ANA の方がですね、売上は大きいんですよね。2兆円あるので、で、JAL は 1.4 兆円なので、こっちの方が 1.5 倍ぐらいですね、でかいっていうのがありますと。でも売上が1000億円下がって、こっちはですね、JAL は700億円下がったっていうんで、両方売上下がってますよ。で、そのまま、利益が下がってますっていうことなので、ANA の方が、利益率としてはですね、売上が1400億円なのに、プラス1000億ぐらい出てるんで、ANA よりも、JAL よりも、ANA よりも JAL の方が、利益率が高くって、今の状況としては、売上の状況としてはちょっと若干マシかなっていうような印象があります。
じゃあ今後どうなのっていうのをね、見通しを、出してるんですけれども、業績予想、2020年、今年度どうなるのっていうところは、残念ながらですね、予測はですね、まだわからないので、非開示ですよっていうところで、まだ今年度どれぐらいですね、売り上げが立つかとかっていうのは未定になってます。分かり次第出すっていうような状況です。ちょっとね、コロナがいつ収束するかとかわからない状況は結構あるので、結構かなり厳しいなっていう感じではありますね。で、ANA からは、売り上げがどれぐらい下がってますかっていうのが出ていて、これ国際便と、国内便、貨物便なんですけども、で、10、11、12、1、2、3。ここまでは決算なんですよね。で、この青いやつが何%ですかって言ってたんですけど、で、国際旅行はこう増えてたんですけれども、プラスで推移してたのが、2月、3月っていう風にですね、マイナス10%からマイナス60%ぐらいまで一気にですね、搭乗率がですね、かなり下がってしまったっていう、去年からのですね、実績が下がってしまった風になります。で、ちょっとさらに悲惨なことに、4月5月の見通しとしては、ほとんどですね、もうマイナス90%ぐらいですね、ほとんどもう、乗ってないっていうか、実績としてはですね、かなり下がってしまった。で、国内旅行もかなりですね、マイナス80%から90%ぐらいですね、下がってしまう予想になってます。で、これが、どこまで、続くか、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月ってあるんですけども、どこまでこの推移がですね、乗客が戻ってこないのか、これはかなりですね、キーポイントになります。で、これが、コロナがいつ収まるか。で、収まった後に、またですね、飛行機にいつみんなが乗り始めるのかっていうところは結構予想つかないので、こんだけリモートワークとかですね、発生しているリモートワークに移行したりとかしているので、そこはちょっと予想しきれないところがあります。バフェットさんもデルタ航空の株全部売っちゃったりとかですね、そういったところで若干この売り上げがどこまで下がるか、そこがですね、わからないっていうところはリスクとして、かなり大きなリスクとしてあると。で一方、JAL の方の予想としても、こちらも3月、4月、5月で、国際線と国内線ですね、あるんですが、やっぱ同じようにですね、マイナス、客数ベースで言うと、やっぱもうほぼ 90% 以上ですね。去年の、同じ日、同じ月比率で見ると、かなり下がってる。こっちの国内旅行に関しても90% 減ぐらいになってるってことなので、非常に厳しい状態です。で、貨物についてはね、貨物がちょっと増えてるよっていう風なのは出てるんですけれども、JAL、ANA ともに、やっぱもう売り上げがですね、で、さっき言ったみたいに、かなり経費はむちゃくちゃかかってるんで、売り上げが下がった分、かなりダイレクトに、赤字に転落するような、モデルになっているので、こんだけね、もう2ヶ月飛ばないっていうだけでも、相当なですね、赤字になるっていう風なことが、なんとなく予想はできると。じゃあ財務状況どうなのってね、結局お金がないと、その支払いができなくなって倒産してしまうので、お金がね、あれば、すぐ倒産というのはないので、この財務状況どうなってるのっていうのを見てみました。で、ANA はですね、これさっき言った損益計算書ってやつですね。貸借対照表のバランスシートってやつを見てます。で、ここに流動資産っていうのがあって、これ、流動資産っていうのは、1年以内に現金にできるものを流動資産っていうふうに言ってるんで、これもほぼ現金同等物みたいなことで呼ばれたりとかしています。で、それ見るとですね、現金がですね、1000億円しかないですと。なので、2兆円売り上げあるにもかかわらず、現金1000億円しかないってことなので、結構ですね、今現金ないです。で、有価証券ですね。有価証券、株とかがですね、1200億円あって、さらにその他が、1400億円とかで、全部足すと5700億円ですね。流動資産。現金同等1年以内に現金に変えれるものが5700億あるんですけども、現金としては1000億しかないので、徐々にもっと現金増やしていかないと、支払いとかはですね、すごい厳しくなるっていうふうに予想されますと。販売管理費とか年間3300億とかかかるんで、これね、簡単に12で割ったりとかすると、1ヶ月あたり200億から300億ぐらいですね、人件費、販売管理費だけで出ていってしまうんで、これそうするとすぐ現金がなくなってしまうんで、やっぱどんどん有価証券とかですね、売って現金をならないと、ちょっとキャッシュが少し今ないよ。ただ流動資産はあるので、すぐにどうこうっていうのはないっていうような状況ですね。で、ちょっと固定資産とかも書いてあって、これ結構面白いなっていうふうに思ったのは、航空機ですね。航空機の資産がですね、今1兆1000億、1兆1500億ありますって言ってますね。なので、そんだけ航空機器をですね、抱えてるってことですね。それをね、いかに整備してお金かかるっていうのも飛ばせる状態にしないといけないので、なので資産がね、いっぱい内部留保で資産がいっぱいあるよとか言ってても、これ航空機とかに変わってたりとかするので、
でも航空機売りさばこうとしても今この状態じゃポンとお金には変えにくいですよね。だからまあ結構、こういう固定資産が何かとか、資産の内訳とかを見ると、実際何持ってるのかとかね、もっと他のね、やばい企業とかだと、むちゃくちゃ在庫が資産としてね、こう計上されてるケースとかもあったりとかするので、いろいろこうあったりするんで、そこはね、なかなか面白いところですね。で、流動負債。まあじゃあ借金どれぐらいあるのっていうのはですね、流動負債、まあ1年以内に現金に変えなきゃ、支払わなきゃいけない負債は、5300億円っていうふうにあるので、まあ1年以内に返さなきゃいけないのは5700億で、1年以内に、1年以内に現金できるものは5700億で、一方で借金は5300億なので、まあ借金ベースだけで言うと、まあそれほどです。もうですね、今危機っていう状況ではないなっていう感じです。まあただちょっと現金が少ないので、ちょっと不安があるなっていうような印象ですね。で、JAL に関しては、JAL の方がね、現金いっぱい持ってて、3200億円なので、まあ ANA のですね、まあ、すでに3倍以上現金を持っているということなので、意外とね、JAL の方が、利益が出る体質になっていて、で、さらに現金もいっぱい持ってますよっていう感じなので、ANA に比べると JAL の方がですね、意外と、いいなっていうのを印象を受けました。で、こっちもね、航空機の総額が、8200億ですね、持ってます。で、ちょっとこれ注意必要なんですけども、これ固定資産に計上されてるやつなので、航空機何年で償却するか次第なんですけども、まあ一般的には10年とかで償却されるので、まあなんか10億円でね、航空機1台買ったとしても10年後にはタダになってるっていう風に計上されたりとかするので、まあ、実際これ以上にね、10年20年飛ばすと思うんで、実際これだけの金額だけだとちょっと保有料っていうのはわからないんですけれども、でまあそれにしても、税金かかる、固定資産税かかるやつに関してはまあ8200億とか1兆ぐらいはもう抱えてるよってことですね。で、JAL の、流動負債に関しては、まあ、3500億円ですよってことなので、1年以内に3500億返さなきゃいけないってことなので、まあ、比較的ですね、こっちの JAL の方が、まあ、借金も少ないし、現金いっぱいあるし、経営状態としても、利益率は高いよっていうんで、JAL の方がいいなっていうふうに、まあ、フラットな目で見ると、わかりましたと。で、まあ今言ったのをまとめると、まあ ANA はですね、売上2兆円で、まあ現金が1000億円しかないですよ、と。で、流動資産は5700億円で、流動負債は5300億円ですよっていうことで、まあまあちょっと若干ね、現金使えないんですけども、こっちの流動資産をこっち現金にこう変えていけば、まあまあなんとかしのげるかなっていう感じですね。で、一方で JAL は売上 1.4 兆円で、まあ3200億円の現金があって、で、まあ、流動資産、1年以内に現金できるものは5200億円あって、で、借金はね、3500億しかないので、まあ、こっちの JAL の方が、負債に対するね、この資産の割合もですね、1.5 倍ぐらいありますよね。なので、比較的 JAL の方が、強い財務体質だなっていう風な、感じを受けましたね。なので、まあ、どっちがマシかっていうと、まだ JAL の方が強いんじゃないかなっていう風に思いました。まあ、ちょっとね、ほんと細かくもっと地域別動向とか見ないとですね、売上のセグメントが海外と国内とか、まあ、わからないとこあるんですけども、さらっとね、バランスシートと、損益計算書を見ると、まあ、JAL の方がね、これはいいなっていう風なのが、思いました。で、まあ、JAL ね、一回破綻してるんで、その時ね、どんな時だったのかなと思ってちょっと調べてみたら、東洋経済さんがですね、まあ、その破綻の時のキャッシュどうだったかとか言っていたので、ちょっと参考に出します。で、これ JAL の時の、破綻する時はですね、まあ、2008年の3月末は3000億円ぐらいですね、現金あって、で、その翌年が、1800億円ぐらいで、で、さらに、まあ、2009年の9月末には、まあ、1000億切るぐらいのところまで減っていって、で、こっちがですね、流動比率って言って、さっき言った流動資産と流動負債の比を出してて、まあ、100% 切ってくると、まあ、負債の方が多いですよっていう風になるんですけども、それがまあ、75を切ってきてるぐらいになってますと。なので、まだ今2つ JAL と ANA はこの辺の状態なので、今すぐどうこうってのはないんですけれども、ただこのままコロナの影響で全く飛行機が飛ばないとか、売り上げが全く回復しないみたいなのが1年とか続いたりとかすると、結構こっちの状態に近づいてきて、現金がなくって負債が多くなるっていう風な感じになるんで、まあこれからまだまだ注視は必要かなっていう風に、考えてます。で、ANA のですね、株価はどうなってんのっていうと、まあ、3800円。これがね、ピークが2018年ぐらいですね、4700円をつけて、まあそこからまあだらだら下がっていって、で、3800円を一回ピークの後に、まあコロナ騒動で、バーンと下がって、今2400円ぐらいですかね。っていうところで下がってますと。
まあ大きく下がってるんですけれども、まあこれは買いかどうかって言われると、っていうような状態ですね。まあ下がってるから結構買ってる人もいるんですけれども、出来高結構伴って下がっていってるので、まあ売り買いが殺到してるような状態ですね。でこっちが JAL で、まあ、こっちの JAL も、1月にやっぱ同じぐらいにピークをつけて、下がっていって、で、こっちの方が、JAL の方がですね、株が下がってますね。3400円から一気に1600円とかまで下がって、今2900円ぐらいかな、ぐらいまで下がってるんで、JAL の方がちょっと下がってますね。これちょっとなんでかなっていうところがね、わからなかったんですけども、一旦破綻してるから JAL の方がみんな不安がってるのかなとか思っていて、ちょっとね、なんで JAL の方が売り込まれてるかっていうのはちょっとわからなかったですね。まあ、決算書だけ見ると JAL の方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的にはね、ごめんなさい、これ個人的な考えなので、それ JAL 買うとかやめてほしいんですけども、まあそういうふうに考えてると。で、じゃあ買っていいかどうかっていうと、やっぱ状況的に見ると、やっぱまあ今あえて買う必要はないのかなっていうふうにね、思ったりしてますね。まあコロナのね、収束がいつになるかっていうのは結構わからなかったりとかするし、まあ、仮に収束がね、まあ例えば3ヶ月後ですよとかってあったとしても、収束した後に、飛行機の客が戻ってくるかどうかっていうのはまた別問題なので、こう、わからない上にさらにわからないですよ。二重にわからなくなっちゃってるんですよね。さらに売り上げが回復するかっていうところがあるので、だからまあ本当ね、今安いよって言って買っちゃうっていうのはリスクは結構大きいなっていうふうに思いますね。まだね、GAFA とかはかなりネットに長けてるっていうかですね、インターネットでまあ商売すればですね、全然売り上げが上がるっていう可能性はね、Netflix とかまあすごいあると思うんですけれども、まあ一方こういう航空業界とかはやっぱりですね、非常に不透明っていうのがあるので、まあ不透明だけど、もう収束もするし、売り上げ戻ってくるよっていうふうになんか胸を張って思う人はまあ買ってもいいのかなっていうような状態ですね。で、個人的には予想できないので、あえて買う必要ないかなっていうのはまあ個人的な見解です。で、まあ、すぐに破綻するかどうかっていうと、まあ、すぐに破綻することはないかなっていうような印象を持ってます。まあ、これ JAL に関してなんですけれども、大体この、なんかこう、運航施設利用料とか整備費、サービス料、人件費ってまあ足すと大体まあ5000億ぐらいなんですよね。だからまあ固定費が5000億ぐらいあったとして、まあそうすると月にね400億円ぐらい出ていってしまいますよってことで、まあ現金は3200億円ぐらいあるんで、まあだからまあすぐにこのね2、3ヶ月とか半年ぐらいでまあ破綻するっていうのはないとは思ってるんですけれども、ただまあすぐには破綻しないけど、これが状況がまあ1年2年続いてくると、そのリーマンショックの時みたいにより厳しい状態だと思うんで、あんな 90% 減みたいなね、売り上げが下がるってことはなかったんで、そういうふうに世界の状況が変わってしまうってリスクはあるんで、まあ、そこまでは、わからないんですけれども、すぐの破綻はないかなっていうような感じで、考えてます。で、まとめです。まあ、まとめの前に、株式投資ですね、の基礎っていう再生リストを作ってるんで、ぜひぜひね、興味ある人は見てみてください。あと、FX の、講座とですね、あと不動産投資の講座の再生リストを作ってるんで、ぜひ勉強してみてください。ということで、ANA と JAL、まあ、買いなのかどうか比較してみました。で、比較すると、ANA より JAL の方がですね、結構いいなっていうような印象でした。で、まあ、4月と5月のね、全然、壊滅的な、売り上げになっているので、これが続くと結構厳しいなっていうのが個人的な見解ですね。で、すぐ破綻するとかないんですけども、この状況が続けば、まあ、厳しくはなってくるだろうというところです。で、まあ、業績はやっぱ予想は不可能なんですよね。で、まあ、2020年見通しもちょっと出せてないっていうね、JAL 穴が出せてないっていうのもあったりとか、まあコロナ収束はいつかとか、収束したらどうなるのとかあるんで、まあ本当航空業界としては結構苦しいところにあると思います。自分でマイル持ってたりとかするので、こうマイルどうなるんだろうとかね、ちょっと心配になったりとかするんですよね。でもまあ、自分の場合 SPG カードに貯めてるから SPG カード大丈夫だとか思ってないんですけども、よくよく考えると SPG カードもマリオットのホテルなので、より厳しいんじゃないかとか思っていて、どうしようっていうところで、さっきちょっとふと思いましたね。はい。っていうところで、まあ今回買いかどうかっていうと、僕は見送りですね。あえて買いにはいかない。わからないものには投資しないっていうところでやってるんで、まあ上がるかもしれないし、下がるかもしれないっていうのは、まあ、それは自己責任で投資は、お願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとか株式投資とか役立つ情報を発信していってるんで、よかったらぜひチャンネル登録をお願いします。またいつもコメント高評価ありがとうございます。お役に立ったらですね、コメントとか、SNS とかで、Twitter とかでシェアしていただけると嬉しいです。また Twitter やってますね、フォローお願いします。あとインスタと、Facebook ページもですね、やってるんで、詳細欄から登録お願いします。また、LINE アットで不動産投資のチェックリストをプレゼント中ですので、ぜひ見てみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。ぷよぷよね、結構上手くなってきました。
GTA ってのを練習してます。難しい。GTR か。